皆さん、こんにちは。今回は少しマニアックなお話になりますが、もみじを増やすための接ぎ木という方法について解説いたします。もみじの園芸品種などは、接ぎ木という方法で増やすことが一般的で、イロハモミジ系の一部の品種を除いては、挿し木で増やすことは難しいです。一般的に、もみじは、腹継ぎという方法や、切り継ぎという方法で接ぎ木を行いますが、今回は、そのようなノーマルな方法ではなく、面倒なやり方ではあるものの、接ぎ木の成功率が高いやり方をご紹介いたします。おそらく、もみじ以外にも応用できるテクニックだと思います。一般的な腹継ぎの方が、手間もかからず、大量生産することもできる実用的な方法ですが、私のような不器用な人間だと、コツをつかむまでなかなかうまくいきません。たまに成功はしますが、まだ勉強不足なので、自信を持ってお話しすることができません。そんな不器用な私でも成功率が高い接ぎ木の方法が、今回ご紹介する、予備継ぎ、または、寄せ継ぎと呼ばれるものになります。昔は、嫁継ぎ、とも言われていたようです。これは江戸時代あたりには一般的に行われていた、古い接ぎ木のやり方になります。今では、盆栽の世界で、枝のないところに枝を作ったりするテクニックとして使われることがあります。まず、用意するものは、増やしたいもみじの親木の苗と、土台となる台木のもみじの苗。ナイフ、またはカッター、接ぎ木用のテープ、枝を固定するために使う細い針金などです。台木に使う苗は、種から発芽して2年から3年くらいで、幹の直径が5ミリくらいのものが良いです。ナイフは園芸用ではなくても、一般的な文房具で使うカッターで十分です。簡単に概要を説明すると、親木と台木の一部の枝を密着させて融合させる方法です。植物の枝は傷がついたりすると、カルスという細胞の塊が傷口を塞ごうとします。その働きを利用するやり方になります。台木の幹の皮の一部と、増やしたい親木の枝の皮の一部を、それぞれ軽く削って密着させて、接ぎ木テープで固定させます。それぞれ、2本の枝を密着させておくと、2ヶ月くらいで自然にくっつくので、その後に、親木から切り離せば接ぎ木の完成です。私はいつも5月か6月頃に始めて、7月か8月頃に完成させています。成功したかどうかは、2ヶ月後にはわかります。それでは、具体的なやり方をご説明します。まず、親木から、継ぎ穂として使いたい場所の枝と、台木の幹の部分が密着できそうな場所を探します。その場合、台木の幹の太さと同じか、それよりも細い枝が良いです。実際に継ぎ穂として使いたい枝は、横に生えている枝よりも、上に生えている枝の方が密着させやすいです。台木はビニールポットなどの植木鉢に入ったまま、密着させるので、どのあたりが両方の枝同士を固定しやすいか、あらかじめ確認しておいた方が良いと思います。親木の細い木の枝に固定させようとすると、枝が折れてしまうことがあるので注意が必要です。そのあたりは、少し工夫をしないといけません。密着できそうな場所が見つかったら、それぞれ密着させる枝の皮を薄く剥きます。形成層という部分が合うと成功率は上がりますが、あまり意識しなくても縦に3センチくらい皮をカッターなどで薄く削って、削った断面をそれぞれ密着させます。枝をテープで巻く前に、あらかじめ密着する枝の上と下を針金などで固定させるとテープが巻きやすいです。ちなみに、接ぎ木テープは枝の下から上に向かって巻いた方が巻きやすく、何重にぐるぐる巻かないでも大丈夫です。テープを巻き終えたら、そのまま1ヶ月くらい放置しますが、台木は植木鉢ごと空中にある状態なので、土は乾かない程度に水を与えます。密着させた部分は、日当たりの良い場所でも、雨ざらしの場所でも問題ないと思います。半透明な接ぎ木テープが巻いてあれば、1ヶ月くらい経つと密着させた枝のところに
モコモコっとしたカルスというものが確認できることがあります。そうなっていれば、ほぼ密着していると思われます。その後に、密着させたところから下の部分を、おやきから切り離します。私は、念のため少しずつおやきの本体から切り離すようにしています。おやき側にあたる、密着した下の部分に、少しずつ傷をつけて切れ込みを入れていきます。1日に10往復くらいナイフなどで軽く傷をつけて、1週間から2週間かけて、ゆっくり切り離しています。その方が木の負担は少ないと思われるので、私はそうしていますが、一気に、バツンと切断しても成功するかもしれません。そのあたりは自己責任でお願いいたします。おやきの本体から切り離した後は、1週間くらいそのままの状態で育てます。1週間くらいしても、継いだ方の穂木の枝葉が元気な状態であれば成功したと言えます。失敗すると、切り離している途中か、切り離した後に、1日か2日で穂木の葉っぱが枯れてしまいます。成功したことが確認できれば、密着した部分より上の台木の枝を切断して、継いだ穂木の葉っぱだけが残る状態にします。これで完成です。それぞれ密着させた部分は、しばらく不自然な状態ですが、何年か経つと幹が太くなり、継いだところは目立たなくなります。これは、ちょうど1年前の5月から6月頃に接ぎ木を仕掛けて、7月か8月頃に接ぎ木が成功した苗になります。まだ、密着した部分は目立ちます。この苗は、4年前に、予備継ぎの方法で、接ぎ木をしたものです。密着した部分は、あまり目立たなくなりました。今回の動画は以上になります。ほとんど言葉だけの説明で、よくわからなかったかもしれませんが、これが絶対正解というものではありませんので、いろいろと試されると面白いと思います。また、皆さんの接ぎ木のマル秘テクニックなどがありましたら、教えていただけるとありがたいです。ご覧いただき、ありがとうございました。